謎の長弾発生。そこからの奥義、反撃すんだ皆さんこんにちは。こんにちは。永遠に製品化できない謎のゲーム、スプロケット。オープニングからディスる東北ずんこ。今回は身近なものを改造した戦車を作ろうと思います。前回に引き続き珍しくオリジナル戦車やな。あれはあれで作るの難しいからね。それで、身近なものを戦車にするとしたら何がいいのか。車やろな。そう、一輪車だよね。待て、その車やない。東北なら一人一台はあるという一輪車。皆さんこれ普通に嘘ですからね。今回は最強の一輪車を作って敵をいきり散らしていこうと思います。毎回悩む塗装は緑にして進めていきましょう。それでなんで一輪車なん？ほら、安く入手できるでしょ？それに構造も丈夫で積載能力も高く機動性も高いよね。まあ現場で使われるものやからな。ずんちゃん、一輪車って砲塔がついていないだけで戦車だと思うんだよね。などと意味不明なことを言っていますが適当に聞き流してください。というのは冗談で単純に作りやすいからだね。せやと思ったわ。珍しく右の操作画面を出してるんだけど、スプロケットの足回りはこの範囲内でしか作れないね。これが足回りの制約やな。搭載するのはスプロケットで設定可能な最も小さい足回りに分類されるね。一輪車やけど二輪というか履帯が2つやな。一輪にできないという理由もあるんだけど、戦車化するにあたってこのような構造は多めに見てくださいね。目立つ天輪はタイヤみたいな見た目に変更。最終的にこのような形になりました。履帯の肌とか厚さも最小やな。それで、こういった不安定な足回りを作った時にしてほしいのは前後のバランス調整だね。今は後ろに傾いとる。この場合、影響されるのは車体の位置ではなく天輪の前後位置。今後ろにずらしたな。まだ後ろに傾いてるね。何回か調整して重心が中央に来るようにしました。足回りは一応完成したので一輪車の荷台構造を作ります。大きさをどうしようか迷ったんだけど、今回は足回りに合うサイズ感で作ることにしました。荷台部分のサイズは全長185センチ、幅120センチ、高さ65センチくらいだね。これ結構でかいで。ゆかりちゃんくらいの筋力がないと扱えないね。いやいや無理や。ちなみに現在の重量は4トンあります。人間が運用できる重さやない。それで内部をへこませないとダメなんだけど、天板以外の面を全部選択してエクステンド。頂点が外側に1段広がります。新しくできたな。この天板部分をシフトキーを押しながら複数選択してエクステンド。下に下げると、おお、へこんだ。選択した状態で内部を縮小するといい感じになるね。あとは内側の面を移動して厚さを調整。それっぽい形にできれば完成だね。意外と簡単なんやな。様々な場面で使える方法なので練習してみてくださいね。ゆるふわ軍事チャンネル。次に作るのは一輪車を支えるフレームだね。周囲についとるやつやな。事前に作っておいた八角柱を追作して作ります。前にもシュッと、前にもシュッと、横にもシュッと搭載。一輪車は人が使う道具なので後ろが伸びているね。こんな感じかな。ニュッと伸ばします。あとは今作った構造を保存して読み出せば反対側は秒でできますね。フレームみたいなのつけたら形なってきたで。この先っちょはゆかりちゃんのぬるぬるで汗で滑らないように滑り止めをつけると、ぬるぬる強調すんな。あかねちゃんはどこを強調？次に作るのは今回最も難しい足の部分だね。確か U の字に曲がっとる構造やな。先っちょの面を伸ばした方向に向けます。分割して頂点を下に移動。足は後ろ側に寄っているのでそれぞれ移動だね。おお、形できた。反対側は形状を読み込んで作ります。はい、これで履帯を搭載した一輪車というか、よくわからない運搬車の完成です。ここから戦車にしていくんか。ぶっちゃけここからはオプションパーツだね。戦闘車両に改造するため、砲身を乗せる構造をポイッと。その先っちょに乗せるのは 25mm 機関砲。これまた連射早いやつや。これも悩むんだけど、砲身をどこに乗せた方がいいのか。例えば荷台の上に乗せるとこんな感じ。突撃砲みたいに車体に乗せる方法もあるんだよね。スプロケットは基本どこでも乗せれるからな。やっぱりバランスと見た目を考えると両サイドに連装砲だよね。見た目的にそうなるか。ちなみに機械砲一つだけのオプションもありますよ。誰に訴えかけとるんや。
それで、なんで前回と似た構造を作ったのかというと、これ砲弾か。最近のバージョンアップで砲弾を乗せないと出撃できない仕様に変更されて、その搭載スペースを確保する目的だね。これちょっと厄介やな。連射系だと砲弾をたくさん積まないといけないし、大口径になると砲弾は大きくなるから乗せれる弾もかなり制限が出ちゃうんだよね。小さい戦車に250ミリとかは到底無理ってことやな。乗せれたの数発だね。今回は片側に6本搭載、これを一つにまとめます。この方法も将来制約きそうな感じやで。それはいいとして、今は連射速度が遅すぎるんだよね。25ミリで薬莢の長さが15センチなんだけど、連射速度は毎分50発もないからね。そんな理由でこうしとるんやな。反対側も搭載して一旦発射テストをします。発射試験開始。見た目と機関砲の構成が違和感ありすぎる。まさか一輪車にやられちゃう戦車いないよね。言葉で煽りに行く東北人か。もちろんこんな感じで数発ずつ撃つという方法もできるね。機械砲に問題なし。完璧です。それは良かったな。残りのオプションパーツと装飾をつけていきます。誘導輪を支える構造がなかったので、フレームを作る感覚で作っていきます。90度折り曲げて、上に伸ばして接続するだけですね。こんな感じでいいかな？それっぽくなったで。最後のパーツはこれだね。泥よけか。見た目はそうなんだけど、スプロケットでは履帯が切られないようにするための防弾構造だね。めっちゃ切られやすいからな。戦闘シーンの再収録を防ぐために被弾しにくい構造を取り入れました。念のため横からの攻撃も防ぐように覆って、見た目を良くしようと分割したんだけど、被弾を防ぐなら1枚構造の方が良かったね。最後に軽く装飾をつければ完成。持ち上げるときに使う輪っかみたいなものをつけて、ブレーキランプもつければ戦闘準備完了です。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量 9.5 トン。待て、これ一輪車やろ？一輪じゃないけど一輪車だね。多分、そこらの車より小さい割に重いやろ。戦車だからね。戦車。原因は大量に乗せた手法と砲弾かな？何発乗せたん？頑張って1200発くらいかな？多すぎやろ。その手法は60口径25ミリ連装砲。最高速度は55キロと高速です。これはいいな。調整した時間も含めて制作時間は3時間から4時間くらいだね。人と比較するとこんな感じ。これはこれで小さいな。普通の一輪車と比べるとやっぱり倍くらい大きいかな。それで塗装を変えるとこんな感じ。陸上自衛隊モデルや。この茶色と緑が特徴だね。皆さん一両いかがですか？誰に話しかけとるんや。はい、これはアメリカ陸軍モデル。おう、現代の戦車カラーやな。薄い砂色が特徴だよね。やだ、ペンタゴンから欲しいって問い合わせあったらどうしよう。多分オレオレ詐欺や。おい待て。出ました。何かとコラボすることが多い、柚木ゆかり仕様の一輪車。共通点が色しかない。ちなみに動力はそのままなので、やばいレベルの機動性があります。きっと工事現場で大活躍してくれることでしょう。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきます。皆さんこんにちは。配置なんだけど、一応無人設定の戦車だから、遠隔操作で私は砲手、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーね。了解や。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戦っていくんだけど、重大なバグがあることが最近判明しました。なんや？敵さんがプレイヤーを攻撃しないバグ。ちょ味方つんのめっとるで。それで自分も含めて味方を4両くらいにしないと私を狙ってこないんだよね。今は脱出して味方を使用不能にしています。原因は？全くわからないね。わからんのが一番厄介やな。こんな感じでいいかな？では改めて発進。アクセル全開や。おお、これも加速力がエグい。今回搭載したのは 8.4 リッター6気筒エンジン。最大回転数で350馬力くらいあるのかな？機動力が高いってのはこういうことか。速度は一応現代戦車についていけるように調整しました。ただ、履帯間隔が狭く、旋回性能が劣悪だから注意してね。これはゲーム仕様で仕方ないな。敵さんが出てくるまでカット。詳しい機動性は後から紹介するんだけど、このくらいの坂なら平地と変わらないね。これなんかおかしいで。味方が攻撃開始。あかねちゃん右だね。了解。味方が敵戦車撃破。一時の方向敵戦車。
バージョンアップで地形変わって全然慣れんな。あかねちゃん前進。地形も自動生成できるようになるといいんだけどね。丘の向こうに敵戦車。了解や。敵の方を向けるで。ちなみに方針は左右に5度動くようになっています。あったかい。敵戦車撃破。次行くよ。敵戦車炎上。こっちや。秒で撃破。やっぱり機関砲めっちゃ強いで。丘の向こうに敵戦車移動中。コントロールがおかしい。この位置から狙うよ。正面走行を貫通炎上。続けて2時の方向敵戦車。味方戦車爆散。衝撃波みたいなの見えたで。くらえ25ミリスンター用乱れ打ち。敵戦車3両撃破。というか味方戦車の煙が強いけん。どうやら1200発の砲弾が誘爆したみたいね。敵戦車撃破。第1波全滅。これは余裕だね。はい、生きりでタブツに引っ掛けたら返り討ちに遭いました。無理に突っ込むからや。第2波は別撮りをつなげるテクニック発動。敵は何や？ティーガー。電波切れで2波がチャンス。謎の押しタンク爆発。だから燃料タンクや。さっきの位置にもう1両敵戦車。チャンスやで。頭に積んだろ。当たった。敵戦車炎上。ちょっと移動して撃破した戦車のところに来たんだけど、おう、応答が吹き飛んどる。今のバージョンからこのような演出が追加されたね。リアルになったな。はい、ティーガーがこっちに突っ込んできます。どうするん？他に出ると他の戦車にやられるから隠れながらやるしかない。あかねちゃんバックするで。ティーガーの砲塔。味方が攻撃開始。ティーガー撃破。味方もちゃんと動いとる。谷間は前進。崖の奥に敵戦車。側面見せとるで。上らしく積んだよ。抜けます。砲塔旋回。赤い、狙われるで。あかねちゃん全速前進。これはまずい。敵戦車の砲弾手前に着弾。多分丘というか段差に当たったね。ここでターンや。待て、全然曲がらんで。笑った。何笑てんねん。ティーガーの砲塔旋回中。もたもたしてると砲塔回っちゃうよ。戦車にいいえ。これあかんやつや。謎の長弾発生。そこからの奥義、完全に積んだよ。爆発でしたね。もういろいろむちゃくちゃや。完璧です。続いて正面に敵戦車。また側面や。攻撃開始。抜けとら。さすがあかねちゃん、敵の懐に入る戦い方だね。ぶっちゃけ旋回性能が終わっとるで、この戦車。無理やり敵戦車撃破。これが東北流です。昔撃破されとったけどな。次行くよ、次。また敵もや。砲塔旋回。砲撃きます。砲弾貫通。装填装置損傷。これちょっと性能下がるのかな？というかこれやばいで。ほんま曲がらん。これね、足作ったよね、足。どうやらこの足も悪さしてるっぽいんだよね。ティーガーの砲塔旋回中。あかねちゃんバック。全速バック。さっきみたいに懐に入るしかない。前進。ちょっと右や。そして攻撃開始。ティーガー爆散。惜しかったね。もう戦い方が戦車やない。敵戦車残り3両。はい、5分くらい探し回って発見しました。正面におるで。ちょっと出す感じで攻撃だね。あいた。88ミリ謎の長弾。敵戦車いやらしく炎上。残り2両や。はい、また5分くらい探し回って待機中のティーガーを発見しました。明らかに挙動がおかしいで。あかねちゃん側面攻撃するよ。また同じ戦い方か。これ抜けないね。停止や。方針が怖い。どこか抜けるところあるみたいなんだよね。敵戦車炎上。やったね。奥の敵戦車方針がこちらを狙っています。待て、これ動けんで。これはまずい。砲塔の旋回はそこまで速くないから全速でバックして一気に距離詰めるよ。かなり危険やで。打った今がチャンス。ここでターンや。88ミリ地面に着弾。旋回性能が本当に終わってるで。あいた。車体右側に被弾。
右が炎上、勝利しました。はい、50ミリ走行の小さい戦車でも勝つことができました。謎の冗談に助けられただけや。はい、最後にこの戦車の機動力も見ていきます。そういえば高い言っとったな。例えばこんな感じの斜面でも余裕で登っていけるね。まあ小さいからな。もちろん落下しても壊れることはあんまりないね。おかしいおかしい。それでどのくらいまで登れるのか気になったんだけど、前のところほぼ垂直やで。ちょっと待て。どうしたのかな。明らかに地球じゃ無理な角度や。惑星スプロケットではこのくらいは余裕です。もちろん地球でも同じ機動力なので、皆さんお問い合わせをお待ちしています。何のプロモーション動画や。キャーハー。超マナにしてん。完璧ですね。こういった遊び方もできるようになったスプロケット、ぜひ皆さんもプレイしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような軍事に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。